マルさんの本当のことのお時間です。今日はね、久しぶりにこの本当のことシリーズのお話をしたいと思います。今日のテーマは上位概念ということについてお話をします。上位概念って非常に大事なことなんですが、まずね、これね、なぜこういうことに僕がこだわってるのかっていうと、以前僕はね、企画、プランナーとしてのね、仕事をしてたことが30年以上あるんですね。広告業界に僕はいたんだけど、その時にね、企画コンペっていうのがあって、企画コンペで勝った人に仕事がもらえるっていうね、そういうことをやってたんだよね。で、僕はコンペに出るとね、一番最盛期はね、勝率 50% 以上だったんだよ。だから、合コンマルヒコを獲得したチームは企画コンペで勝てるっていうね、そういうことをやってたんだよね。その時に、どうやったら企画コンペで勝てるのかっていうと、上位概念をちゃんと分かってるところが勝つんだよ。上位概念っていうのは、企画ってね、コンセプトっていうことが大事で、コンセプトっていうことを概念っていう言葉で表すんだけど、そのコンセプトがより強い上位にあるコンセプトを持ってきた方が必ず勝つっていうね、そういう法則があるんだよね。そういう話をこれから説明しようと思います。でね、僕のこのフォンターの先はこのフォンターの先はっていう本はね、これはね、かなり、売れてる本で、でもね、書店さんとのね、関係で、これが絶版になってるので、これは、なんと今中古本で1万円以上する値段がついてます。で、この中に、世界平和の限界っていうことがね、書いてあるので、それをちょっと今から読んでね、皆さんに、教えたいと思います。168ページ、27、世界平和の限界。本当の先はに至るためには、正しいのではなくて、正確に理解することが大切です。その意味で、実は現代の人類が抱えている問題は、世界平和ではないということを解説します。世界平和という言葉は今まで私たちが生活する上で最も大切な言葉と教えられてきましたが、今ではそれは正確な理解ではありません。言葉はとても大切です。そこには言霊といって様々な意識が宿るからです。そのことを知るためには普段何気なく使っている言葉の意味、語源やどのような背景を持って使われてきたのかを知る必要があるのです。まず、世界平和の語源から解説しましょう。世界平和という言葉、考え方は人類にとって比較的新しい考え方です。いつ生まれたのかというと、大東亜戦争、太平洋戦争以降に生まれた言葉なのです。この言葉は平和学という学問の中で定義されました。世界的には1965年に国際平和研究学会、IPRA が発足し、1973年に日本平和学会 PSAJ が創立されました。ここで定められた定義では、平和とは戦争が発生していない状態を意味し、元来戦争は宣戦布告に始まり、平和、講和条約をもって終了し、これにより平和が到来すると定義されています。ウィキペディアよりね、ウィキペディアで、こういうふうにちゃんとまとめられています。つまり、平和という言葉そのものの意味は、戦争をしないという意味です。また、この言葉の奥には、人種差別をしないという意味も含まれています。平らけく忘るということは平らかなので均等で等しいという意味を持ちます。こういうことなんだよね。世界平和っていう言葉の定義をきちんとこれを調べていくと、こういう意味があるということなんだね。だから全てがいいと言ってるわけではなくて、基本的には世界平和っていうのは戦争をしない、もしくは人種差別をしないっていう人類視点にとって考えられていることなんでね。ところが、この世の中は平らかではないし、
平等ではないのが自然界の法則です。これ知ってましたか？平和ってね、一瞬いいように見えるけど、神道的に言うとね、ちっとも良くないんだよね。自然界、神道っていうのは自然界のルールっていうことを非常に重要にするので、自然界はちっとも平らかではないんだよね。忘るということは大事だけど、平らかではない。ここがね、問題だってことなんだね。いろいろと本質を理解していくとわかりますが、自然界は理不尽なものです。だから突如として大津波や地震という災害も起きるのです。理不尽な存在という意味では、日本では太古から神とは理不尽であり、人間の理解を超えた判断をする存在であり、恐れるものです。また、恐れつつも様々な恩恵をもたらしてくれる存在であるので、敬うものと考えられました。つまり、平和という言葉は人類視点の言葉であるということです。さらに言えば、日本人のメンタリティよりも西洋文明の視点の言葉であると考えられます。戦後に植え付けられた自由と平等という幻想に基づいた言葉なのです。また、世界とは何を指しているかというと、地球全体のことではなく人類の世界ということなのです。僕は神道を伝えるものとして言霊ということの意味も伝えていますが、世界平和という言葉に込められた言霊の力も存在すると判断しています。神道界の認識で言うならば、この世は平等ではなく、未知なる力に対して恐れ敬うことで安らかな状態が保たれます。世界平和は必ずしも私たちの本当の先祝いを表す言葉ではないということです。かつて世界的規模で戦争が行われた時点では世界平和を全人類のスローガンとすることはとても大きな意味がありました。けれども20世紀を過ぎて21世紀となった現代ではすでに状況が変わっているということにも気づいてほしいのです。今必要な思想、哲学、これが上位概念なんだけど、世界が平和であることよりも地球に存在するすべての生命が共存することです。人の命は尊い。それはその通りです。けれども同時に人以外の生命も尊いということにもそろそろ人類は気づかなくてはならないのですってことだね。これが僕が皆さんに伝えたい世界平和の言葉の意味、そして世界平和という言霊を使うと、実は様々な不都合なことが地球規模で起きているということを伝えたいんだよね。じゃあ、それを上回る上位概念の言葉は何かというと、雨土いやさかという言葉なんだよね。僕が雨土いやさかっていう言葉を使っているのは、これは僕が作った言葉ではなくて、日本のね、縄文時代からある音に従ったものであるし、この雨土っていうのは、雨っていうのは天。天はこれは宇宙のことでもあり、地っていうのは地球のことでもあります。で、地球にあるあらゆる生命のことを指しています。天と地が、宇宙と地球がお互いの、ルールにのっとって、すべてがね、いやさかというのは、共に栄えるという意味なんだよね。だから、世界平和の上位概念は、天と地が、両方融合して、共に栄える。あらゆるものが栄えるということなんだよ。これがね、非常に重要な概念なんだよね。世界平和は、あくまでも人類視点にしか従っていない言葉なんだよね。だから、世界平和っていう言霊を金貨玉状のようにね、それを使い続けるとどういうことが起きるのかっていうのは、この雨土やさかの御事のりに書いてあります。これはね、僕がね、4年前に書いた、予言書のようなものなんだけどね。これにね、どういうことが書いてあるかというと、地球という生命の行方というね、こういう章がありますが、世界のね、人口が爆発してしまったんだよね。世界平和という言葉を使って、戦争はなくなったんだけど、逆にね、人類がね、爆発的に増えちゃったんだよね。で、人類が爆発的に増えちゃったのに、逆に言うと、人類のせいで動植物100万種が絶滅危機になってるってことなんだよね。
これ見てください。これ。このね、国連環境計画 UNEP っていうところが発表した数字ですね。これはね、国連環境計画は世界132カ国が参加する国際的に認められた研究機関なんだけど、ここで何て言ってるかっていうとね、1800ページに及ぶ報告書があるんだけど、15000点の資料を3年間にわたり研究調査したものの集大成なんだよね。で、これによると、なんと、動植物の 25% の種が絶滅の危機にさらされているってことなんだよね。約100万種類の動植物が数十年のうちに絶滅すると警告してるんだよ。この絶滅のペースは過去1000万年の平均より10倍から100倍も早いということなんだよね。今、地球上で起きていることはこういうことが起きてるんだよ。だから、世界平和ということが重要なんではなくって、世界平和っていうのはあくまでも人類の視点にとった考え方なんだよね。だから、今ね、人間が増えすぎてしまって、地球全体の生命バランスが壊れてるんだよね。だから何をしてるのかっていうと、2年前から謎のウイルスができて、この謎のウイルスっていうのも実は人口削減のために作られたウイルスなんだよね。人為的に作られたんだよ。で、それをね、一番頑張って指導してるのが、ビルのゲイツーさんっていう人なんだけど、この人が、WHO にね、多額のお金を寄付をして、そして、それに対抗する枠を作ったんだよね。だから、この枠は何なのかっていうと、明らかに人口削減を目的にして作られたものなんだよね。知ってましたか？まだ知らない人は、そのことに気づいてください。で、このことを僕は、できる限り湾曲的に話をしたつもりだったんだけど、今年の2月から始めた最初の僕の合コンマルヒコのチャンネルは、アカウントを削除されたんだよね。本当のことを言ったから。ということなので、今回もね、危険を、承知に、本当のことを、話をしています。この間ね、僕はある、ところから、衝撃的なね、情報を聞きました。もうね、世界的にね、どのくらいの人口が減ったのかっていうね、これね、どこにもマスコミでは公表されてませんが、僕はね、その数字も入手しました。よくね、丸さんの言ってる、情報ソースはどこなんですかってことをね、よく聞かれます。これはね、特殊な情報ソースがあるんだよ。このね、無料の媒体では言うことはできないので、僕の講演会であるとか、僕の直接のね、指導を受けている人たちには、僕の情報ソースもちゃんと明かしています。こういう人がいますっていうようなね、こういう人にいつこういうことでどこで聞いたというところまで情報ソースも明かすことができます。これね、僕が聞いた情報ソースにね、その人から聞くわけなんだけどね。それにね、ものすごく僕もお金もかけてるし、それから信頼関係も築いてるので、これはね、その特殊な情報ソースは明かすことができないんだよね。ということで、本当のことを知りたい人は、本当の人と会うこと、本物の人と会うことが大事だということですね。そしてね、この本当の先はぜひね、まだ読んでない人は、著者であるね、僕が、在庫をね、買い取って持ってますので、まだ、数十冊ありますので、欲しい方はね、概要欄にも貼っておきますが、それから僕の、公式ホームページの方にもね、購入するような、ことができます。さらにはですね、この本当の先はかなりの情報量なんですが、約ね、30分の話でね、全部で14本の動画にしてあります。これ有料動画ですね。こちらの方も動画を見ることもできます。14本はね、なぜかというとね、全部でね、これ、何章あるのかっていうと、7章まであるんだけど、7章プラス、この本には収録していない、話が14本として、実は、語っています。
ですのでね、本タウのことを勉強したい方は、まず手っ取り早いのは、この本を、買っていただくこと。そして、有料動画を見ていただけると、これのね、本と合わせながら動画を見ていただくと、かなりのことが勉強できます。ということで、今日のね、話がよく、面白かったという人は、高評価ボタン、そしてね、コメントもいただけると嬉しいです。それから、チャンネル登録をまだしてない方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、久しぶりの、本タウのことシリーズのお話をさせていただきました。ありがとうございます。また、見てくださいね。問い合わせ、連絡先はこちらまで。info、いやさか369、@gmail.com。ぜひ、連絡待ってまーす。